で、一番メインにしてるのは、ツールの使い方とかそういうのもあるんですけど、それよりは 3DCG の考え方とか、あとアニメーションを作るとどういう風に見えるのかっていう、本当に基礎的なところを教える。で、ソフトの使い方を熱心に教える学校っていうのはいっぱいあるんですけど、僕のやってるのはソフトの使い方よりは、考え方というか、基礎的な CG を作るのにどういうふうに考えなきゃいけないのか。で、社会に、高校生でここ出たばっかりの若い子が、っていうふうな形になってるか知らないし甘いんですよ。だからそういうところも鍛えられるように。で、学校自体が地方にあってですね。なので、学生のほとんどがCG とは関係のない授業にすることが多い。で、そういうところに入っても困らないように、CG っていうのをツールとしてですね、どういうふうに考えれば一番自分の思うようにできるのかっていうのを教えています。アイクローンを取り入れたのは、まずマヤっていうソフトは、やっぱり何を作るにしても、モデリングから作ってる。ただ、それっていうのはやっぱり、例えば2年しかない学生生活の中で、モデリングをまず習得して、アニメーションも習得して、自分は深い。で、本当にやりたいのは、その、プロセスっていう考え方で、取られて、最後のムービーまで持っていく考え方を習得するには、そういうモデリングっていうのはある程度多いです。あと、その使い方っていうのを、この考え方なので、アイプロを共有しているところです。で、マヤでそういう基礎的な CG っていうのはどういうふうに作られていくアニメーションっていうのがどういう作るの基礎的なところを学んで、全体的な流れをアイクローンで学ぶ。そういう順序があります。ですね、プリビズっていうのは、映画や CM で言うと、その、iPhone とか、そういうのを事前に全部チェックする作業なんですけども、一番は、頭の中を整理したり、例えばその、マヤとかで、プリミティブからポリゴンを作ってモデリングしてっていうのをちょこちょこちょこやるよりは、全体的な流れを見て、じゃあこれはまず、例えば iPhone だったら、どのキャラクターを使って、どのアニメーションを使って、で、全体の流れを、どのカメラを使ってっていうのを、それで考えて、組み立てていくっていうのがわかんないという。でそれが iPhone を使うと、全体的に見ながらできるし、例えばそのモデリングとか、そういうあんまり必要じゃない作業に時間を食う必要があると思うんです。それが一番いい。まずは、国によっての違いを認識しないといけないです。例えばハリウッドと日本はやり方がやっぱり違うんです。作り方が。英語にしても中国にしても。それは作り方が全然違うから。でそういうのをちゃんと分かった上で、監督やカメラマンや、プロデューサーとか、そういう人とちゃんと話をして進めていかないと。いろんな人がいろんな権力を持っていて、いろんな考え方を持っているんです。なので、例えばそのプリビジ用のムービーを作ってみせたら、人によっては良かったり、人によっては悪かったです。それで僕が一番最初に編み出したのはやっぱりリアルタイム。で、そこには当然プロデューサーとかもいて、そういう人が見て、これはやりやすい、面白いやり方だなと思ったら早く